皆さんこんにちは。このチャンネルでは日本語を学んでいる皆さんに日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことをわかりやすい日本語でお届けしています。さて、皆さん最近はいかがお過ごしですか？クリスマスが終わり、もう年末年始ですね。12月はホリデーシーズンで、この時期になると特別な予定が増えますね。そうすると、お金をたくさん使う人も多いんじゃないかなと思います。私もその一人で、気分も上がり、ついつい財布の紐が緩んでしまいます。財布の紐が緩むっていうのは、欲しいものをすぐに買ったり、お金を使いすぎるという意味です。皆さんもお金を使いすぎるっていうことはありますか？お金といえば、国や文化によってお金に対する考え方や価値観は大きく異なりますよね。ということで、今回は日本人とお金というテーマでお話ししたいと思います。日本人は貯金が大好きだったり、他人とお金のことをあまり話さなかったり、ちょっと変わった習慣があります。そのような日本人のお金に対する考え方やルール、習慣について今日は皆さんに知ってもらえたら嬉しいです。皆さんの国ではお金にどんなイメージがありますか？例えば、貯金よりも投資が大事とか、お金は使うべきなど、国によっていろいろな考え方があるかなと思います。ぜひ比べながら最後まで楽しんでいってくださいね。最初に日本人のお金に対する考え方についてお話ししますね。皆さんは日本人が貯金が好きと聞いたことはありますか？昔から日本ではお金を貯めることがとても大切にされてきました。例えば、貯金箱って聞いたことはありますか？お小遣いをもらったらこの箱に入れてお金を貯めたり、小さい頃からお金を貯める習慣を持つ人が多いんです。なぜ貯金が好きなのかというと、いくつか理由があります。一つ目は、将来の不安を少しでも減らしたいからです。例えば、病気になった時や仕事を失った時、お金があれば安心ですよね。日本人はそういう安心感を大切にしています。二つ目は、日本の歴史や文化が関係しています。また、日本では無駄遣いをせず貯めることが美徳だという考え方があります。これは戦後の厳しい時代を経験した世代から引き継がれた文化かもしれません。このような考え方が今も日本人の中に残っているので、お金を使わずに貯めることを大事にする人が多いです。皆さんの国では貯金をする人は多いですか？次に日本人のお金の使い方についてお話しします。日本人はお金を使うときとても慎重です。例えば、車や家のような大きな買い物をするときはたくさん時間をかけて調べます。この車はどれくらい燃費がいい？この家の場所は便利かな？と細かいことまでチェックして無駄遣いをしないように気をつけます。また、日本人は普段の買い物でも節約を意識しています。例えば、スーパーで買い物をするとき、特売品をチェックしたり、クーポンを使ったりします。そして日本人はお得に買い物をすることがとても好きなんです。その他にも、電気や水道代を節約するために使わない電気は消すやシャワーを短くするなどの工夫をする人も多いです。このように日本人は無駄遣いをしない、お得に買い物をするという考え方を大事にしています。次に、日本独特の文化としてお金について大きな声で話さないということがあります。例えば、友達や同僚と話しているときに、あなたの年収はいくらですか？と聞くのは NG です。日本ではこういったお金の話をするのは失礼だと考えられています。この理由の一つは他人に迷惑をかけないという日本の文化です。お金の話をすると相手にプレッシャーを与えたり気まずくなったりすることがあるからです。
もう一つの理由は、お金イコール生活の基盤であり、非常に個人的なものとされているからです。そのため、収入や貯金額を自分から話す人は少ないです。さらに、お金は静かに扱うものという考え方は昔からの習慣でもあります。一昔前はお金の話をするのは恥ずかしいと考えられていました。ただし、最近では SNS で節約術や投資方法を共有する人も増えていて、考え方は少しずつ変わってきています。お金を大切にしながらも目立たないように扱う。これが日本人のお金に対する独特な姿勢なのかなと思います。次に日本人の貯金と投資についてお話しします。先ほども紹介しましたが、日本人は貯金が好きなので定期的に貯金します。例えば先取り貯金という方法があります。給料が入ったらまずは貯金をして残ったお金で生活をするという考え方です。また財形貯蓄という制度も人気です。これは自分で毎月3万円というように貯金したい金額を決めて、会社が給料から自動的にお金を引いて貯金してくれる仕組みです。毎月の貯金にプラスしてボーナスの一部を貯金に回す人も多く、気づいたらたくさん貯まっていたっていう話もよく聞きます。銀行の定期預金もよく使われます。これは一定期間お金を引き出せない代わりに少しだけ利子がつく貯金方法です。このように日本人はコツコツとお金を貯めるのが得意です。一方で投資についてはあまり積極的じゃない日本人が多いです。日本人はお金を使うときにリスクを避ける傾向があります。例えば株や仮想通貨のような投資よりも銀行にお金を預けていくことを選ぶ人が多いです。なぜなら貯金は安全と考えられているからです。投資って怖いなと思う人が多い理由の一つは日本の教育です。学校でお金の管理や投資について学ぶ機会が少ないため、投資イコール危ないというイメージを持つ人が多いんです。実際に日本全体で見ると国民が持つ資産の半分以上が貯金です。これは世界でも珍しいことです。他の国では株や不動産にお金を使う人が多いのに対して、日本人はお金を失いたくないという気持ちが強いんです。ここで一つ貯金に関連する日本のちょっと面白い文化を紹介しますね。日本にはへそくりという文化があります。へそくりとは家族に秘密でお金を貯めることです。例えば、妻が毎月の生活費から少しずつお金を貯めて、家族旅行やプレゼントに使うことがあります。また、夫が妻に内緒でへそくりを貯めているケースもあります。このへそくり文化は日本の家庭ならではの習慣です。どうしてへそくりをするのというと、その理由は様々です。理由の一つとして、自由に使えるお金を持ちたいからということがあります。例えば、誕生日にサプライズでプレゼントを用意するためとか、自分へのご褒美に何かを買いたいときにへそくりを使います。もう一つは、将来のために少しでも備えておきたいからです。へそくりはいざという時のための隠し財産として使われます。昔のおばあちゃんたちはへそくりを家のどこかに隠していました。例えば、タンスの中や畳の下など、ちょっと面白い隠し場所があります。最近では銀行口座にこっそり貯める人も多いですが、へそくりは今も日本の家庭で続いている文化です。次に、日本のお金に関する伝統や習慣についてお話しします。まずはお年玉についてです。日本ではお正月に子供たちにお年玉をあげます。お年玉は親やおじいちゃんおばあちゃん、親戚などから子供たちに渡される特別なお金のことです。この伝統は古くから続いているもので、新しい年の幸せを願うという意味があります。お年玉の金額は
例えば小学生は数千円、中学生は5000円、高校生になると1万円をもらうこともあります。ただし、家族の経済状況や地域によっても金額は変わります。お年玉は特別なお年玉袋に入れて渡します。この袋にはお正月らしいデザインや子供に人気のあるキャラクターなどの可愛い絵が描かれていることが多いです。子供たちはお年玉をもらうと自分の好きなおもちゃやゲームを買ったりします。一方でお年玉を貯めて貯金するという子供もたくさんいます。お年玉は子供たちにとってお金の大切さを学ぶいい機会でもあります。次に、日本では結婚式やお葬式などの冠婚葬祭でお金を使う習慣があります。まず結婚式ではご祝儀と呼ばれるお金を新郎新婦に渡します。ご祝儀は結婚するカップルへのお祝いの気持ちを込めたお金です。ご祝儀を渡すときは特別な袋に入れて、袋には名前を書きます。金額は友達なら1万円から3万円。家族や親戚だともっと多いことが一般的です。このお金は結婚式の費用を助けるためにも使われます。お葬式では香典というお金を渡します。香典は亡くなった人を悼む気持ちを表すもので、遺族を支える意味もあります。香典も特別な袋に入れて渡します。金額は亡くなった人との関係性にもよりますが、数千円から数万円が一般的です。冠婚葬祭でお金を渡すことは、社会的なつながりや思いやりを示す大切な習慣です。ただし、偶数の金額を避けるだったり、新しいお札を使わないなど、細かいマナーもあるので気をつける必要があります。次に、日本人とお金の教育についてお話ししますね。日本では、子供にお小遣いをあげて、お金の使い方を教える家庭が多いです。例えば、小学生になると、毎月500円や1000円といった一定額のお小遣いをもらう子供が多くなります。お小遣いの目的は、子供が欲しいものと必要なものを区別できるようになることです。また、お小遣いを貯めて大きな買い物をする経験を通して、計画性も学べます。貯金箱やお小遣い帳を使う子供もいます。貯金箱はお金を貯める楽しさを教えてくれます。お小遣い帳は何にいくら使ったかを記録するためのノートです。これらは子供たちが自然とお金の管理を学べる方法です。私も小さい頃、これらを使っていて、お金を貯めたり、お小遣い帳に記入したり、遊び感覚で楽しんでいた記憶があります。日本では学校でお金について学ぶ機会がまだ少ないです。国語や算数、社会の授業でお金に関する話題が出ることもありますが、具体的なお金の管理方法や投資について体系的に学ぶ機会はほとんどありません。なので、日本の金融教育は他の国と比べても遅れているとよく言われています。でも最近ではお金に関する教育の重要性が注目され始めていて、一部の学校ではお金の授業が導入されています。お金の価値や収入と支出について学んだり、働くことの大切さやお金の仕組みを教えることで、社会に出た時に役立つ知識を身につけてもらうことを目指しています。お金の知識は生活する上で役立つことが多いので、お金の教育はもっと広がっていくといいなと個人的には思っています。学校でお金について学ぶ機会が少ないので、家庭で親が子供にお金の価値を教えることはとても重要になります。例えば、買い物をするときに、この商品は他のお店で安く売っていると教えることで、節約の考え方を伝えます。また、欲しいものを買う前に、本当に必要かどうか考えることの大切さを話す親もいます。さらに、家族で家計の管理を共有することもあります。例えば、
毎月の生活費や貯金額について子供に話すことで、お金の使い方を具体的に教えます。このような家庭での教育は、子供たちが将来自立した生活を送るための大切な準備となります。最近ではアプリやゲームを使って子供にお金の管理を教える家庭も増えているようです。これにより、子供たちは楽しみながらお金の知識を身につけることができます。次に最近の変化についてお話ししますね。まずは支払い方法の変化についてです。日本では昔から現金を使う人が多いですが、最近ではキャッシュレス化が進んでいます。例えば、クレジットカードや QR コード決済を使う人が増えています。特に若い世代では、スマートフォンで簡単に支払いができる QR コード決済を利用する人が多いです。また、コロナウイルスの影響で現金に触れることを避けたいという理由から、キャッシュレス決済の利用が特に広がりました。一部の店舗では、現金お断りと書かれた張り紙が見られることもあります。ただし、日本ではまだまだ現金を好む人も多いです。特に高齢者の多くは、慣れ親しんだ現金での支払いを続けています。このように、日本ではキャッシュレス化が進む一方で、現金文化も根強く残っています。次に、投資に関する最近の変化です。昔は、投資はお金持ちがすることと考えられていました。でも最近では投資が一般の人にも身近なものになっています。その理由の一つが政府による後押しが影響しています。新 NISA という制度が最近始まり、この制度では投資で得た利益が非課税になるため、多くの人が投資を始めるきっかけになっています。特に20代や30代の若い世代が将来のためにお金を増やしたいと考え、投資信託などを利用しています。銀行にお金を預けてもほとんど利息がつかない時代なので、お金を貯めるだけでなく増やすという考え方が広まっています。また、スマートフォンのアプリを使って簡単に投資ができるサービスも人気です。少額から始められるため、初心者でも安心して投資を始めることができます。このように日本では投資がますます一般的になっています。次にお金の使い方に関する変化です。最近の若い世代は物を買うことよりも経験にお金を使うことを大切にする傾向があります。例えば旅行やイベント、趣味にお金を使う人が増えています。さらにサブスクリプションと呼ばれる月額制のサービスも若者に人気です。例えば音楽や映画を楽しむためのサービスや好きな漫画や雑誌を読むためのサービスにお金を使う人が増えています。このように物ではなく体験やサービスにお金を使うことで自分の生活を豊かにしたいと考える若者が多いです。お金の使い方に関する最近の変化は皆さんの国と比べて似ていますか？今回は日本人とお金についてお話ししましたが、いかがでしたか？日本人は昔からお金をとても大切にしてきました。貯金をするのが好きで、無駄遣いを避けて将来に備える文化があります。また、日本人はお金の話を友達同士や家族でもあまりしないという特徴もお話ししましたが、皆さんの国ではどうですか？冠婚葬祭でのお金の役割についてもお話ししましたが、これも日本独自の文化の一つかなと思います。結婚式のご祝儀やお葬式の香典など、出費が多くて大変だなと感じることも正直ありますが、お金を通じて感謝や思いやりを表すのは素敵なことだと思います。一方で、学校での金融教育がまだ十分ではないので、親や家族が子供にお金の使い方を教える役割を担っています。このあたりはこれからまだまだ改善の余地がありますね。お金のお話はちょっと難しいかもしれませんが、
日本の文化をより深く理解するのに役立つと思います。これからも日本語を勉強しながら日本の文化についても一緒に学んでいけたら嬉しいです。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。感想やリクエストがあればコメントで教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。